はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月1ヶ月分のタロットリーディングをさせていただきます。途中で星の解説もちょこちょこと補足していきますので、よかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。あと先生術をやってみたい方は、私のホームページの方で無料でホロスコープチャートが作れるサイトがもうすぐ完成しますので、完成したらまた別動画で解説させていただきます。では早速いきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。死神ワンドさんの逆、太陽、ソードページ逆ですね。そしてソードキング逆、ストレングス、カップ4。気をつけることや対策はワンド4とラバーズですね。恋人たちとオラクルが節制です。すごいいいですね。今月っていうか8月いいですね。そうか、ちょっとね7月の23日ぐらいから8月23日ぐらいまでっていうのは、少し乙女座の皆さんっていうのは誕生日前のモヤモヤを感じやすかったりとか、何とも言えない空間にいるみたいな、ちょっと次元の違う世界に行ってるのかなっていうようなふわふわした感じる方もいらっしゃるかもしれないですし、なんかいつもの自分じゃないみたいな、シャキッとしないみたいに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、星で見るとこの時期っていうのはすごくいい意味で波動調整されていて、お誕生日を迎えるまでにこの年よく頑張ったなっていうね、いろんな調整をする時と思ってほしいんですね。でカードで見ると古い自分がもう死のうとしてますみたいな感じがあり、そして少し前にとってもいいことがあったのかなっていう感じで出ているんですね。いいことがあった悪いことがあったっていう、感覚っていうのは主観ですから、みんながみんなどうか分かりませんが、非常に乙女座の皆さんにとってはチャンスとなるような光のメッセージがあったのかなっていう感じがしますね、このカードを見る限り。ただこの間アストロフレンズっていうね、私がやってるメンバーシップの中でもお話ししてたんですけど、乙女座の皆さんってなんていうかな、すごく律儀で礼儀正しくてポジティブでいい感じっていう時と、なんか急にネガティブになったり自己否定に入ったりっていう、なんかその差がねありますよねっていう話をしてたんですよね。どっちのゾーンに今いるのかなっていう感じで、それがこの1ヶ月の中でもなんかそれが結構見えてるんですよね。少し前はすごい良かった、うわこれでいいんだとかこれで大丈夫だみたいな感じがあったのに、急に自分を疑い出してみて、やっぱりダメなんじゃないかとか、やっぱりこんなんじゃみたいにすごくモヤモヤしてみたり、誰かのことをすごく批判したくなったり、でも誰かのことを批判してる自分がまた嫌いになったりみたいな感じで、なんかモヤモヤしたかと思えばまた急になんかとってもいいゾーンに入り、もう愛にあふれるっていうのかな。なんかそういうなんか浮き沈みがちょっとあるなっていう感じだけど、うまくそれをコントロールして相対的には非常にいいバランスで、陰陽を体験できる1ヶ月ですよっていうふうに言われてるんですね。これはご自身の中で感じるんじゃないですかね。やっぱり調子いい時と悪い時ってあるじゃないですか。でもそれを自分でこうすれば調子よくなるとか、こうしたら調子悪くなるんだなっていうのをなんとなくつかめるとか、そうなったとしても自分で立て直せるっていう、そういう術を見つけたりとか、悪くなってもここまでできるんだなみたいなことを思えたりとかして、何かすごく救いのなんか策を得るっていう感じがしますね、この8月ね。救いの策を得る。でちょっと変な話ですけど、こういうちょっと波動調整されるような時期っていうのは本当に自分の頭ではわからないことが起こっていたりしやすいんですよね。例えば今暑いですけど、例えば森林浴に行くとかって言って森の中を歩いてると、なんかその森の自然のね空気感の中でマイナスイオンだったりとかいろんなもので体が整うっていうのって頭ではないですよね。体感として何か感じるっていうのがあるように、なんかこの時期
分析とか頭ではないんだけど、確実に何かそういういいエネルギーっていうものを自分が取り込んで、自分の生活に自分自身にそれを取り込んでいくことができるんですよっていうメッセージなので、これはとっても恵まれてます。とってもいいと思います。なのでご自身の思考がもういきなりこうフル回転で考え出してネガティブなものを探そうとしない限りは、すごくいい状態で過ごせるんだろうなと思いました。なのでちょっと気になるのがやっぱここですね。自分を疑う気持ちっていうものがなぜ出てくるのかっていうところだと思いますね。うーんもっとこういうすごい人じゃなきゃいけないんだみたいな気持ちがあったりとか、やけにいい人になろうとしすぎてるのかなみたいな感じもありますね。この3枚出たカードで見るとね、まあ皇帝っていうのはもう本当に世の中を治めてきた、世界を治めてきた皇帝ですから、それぐらい強い、誰がどう見たってすごい人とか、誰がどう見たって尊敬される人みたいな、そういう人と自分を比べるなんてナンセンスですけど、そういうふうにしてしまって勝手に比べて自分なんかダメだって思っているのか、またはもっとなんか誰かに対してもっと良くしてあげなきゃとか、もうすごく善人であらねばならないみたいな、そういうなんか理想像みたいなのがあって、そういう理想像、そういう自分じゃないっていうところで自分を責めたくなったりとか、誰だってそんなね理想像で生きてるわけないですから、嫌な時もあればいい時もあるっていう。でその中でその中でその高低差を感じるっていうのかな、なんかこう陰陽を感じて、すごく大きな気づきがあるよっていうふうに言われてます。まあ責めすぎないでくださいね、ご自身のことはね。そして自分を責めてるとどうしても相手のことも厳しくなってしまうので、もし相手から相手との関係で何かがあったとしても、でもなんか今月の乙女座さんは愛で返せるって感じがしますね。もうここにストレングスが出てるので、ソードキングからのストレングスなので、たとえもし何か批判的なことを言われたり何かしても、ふっとなんか急になんか違うなんかエネルギーを感じて、ふっとなんかこう愛に満ち溢れる、不可能を可能にする感じの温かい感覚で物事を見れる。はい、でそうかと思ったら、あれでよかったのかなみたいな、そういうちょっとまた考えたりもしますが、でも気をつけることとして言われているのは、今はとにかく人間関係を豊かにいてくださいと。もう人間関係今いい時なのであれば、その豊かさを存分に感じてくださいと。その人と一緒に過ごす喜びをもっともっと体験できるように時間を割いてくださいって感じがしました。これはどっちもすごく人間関係いいんですね。夢のような感じですこれはね。ワンド4っていうのももう温かく穏やかで信頼関係があり、まさしくこれも結婚してるみたいな、田舎暮らししてるよみたいなカードだったり、これも新しい出会い、ウキウキする出会い、初めての出来事、フレッシュな感覚っていうのがあるので、すごく分かったつもりとかではなく、本当にフレッシュに人との関係、その人の新しいところを見るとか、いい関係っていうのを築けるよっていう感じで言われてるので、人間関係がとにかくいいですよね。誰かで救われるみたいな感じがあるのかもしれないですね。はい、なので余計にその誰かとの関係を通して自分自身がとっても落ち着く、とってもいい感じになる。自己否定がたとえあったとしても、それがまたふっと抜ける時もあるし、その人の言葉で気づく時もあるしっていう形で、はい、とてもいいですね。なのでちょっとね、そうだな、ちょっと星の補足をすると、8月2日が満月なんですよね。でこの満月っていうのがなんか訳も分からずモヤモヤしたりとか不安定になりやすい時なんですけど、時間が過ぎればスーッとそれは流れます。でさらに8月の8日9日10日あたりっていうのは物事がとっても落ち着いてくる時なので、問題が大きくならずに自分自身を取り戻していく時間っていう形になると思います。でその後8月16日が新月なんですね。でこの新月どう使うかっていうのはちょっと分かりにくいと思うんですが、今回のこのカードを見てる限り、乙女座の皆さんは人との関係の中でとっても温かいかけがえのないものを体験するんだっていう感じがします。ですのでもし余力があれば自分から誰かにそうしてあげるっていうのもいいかもしれないですね。カップのキング逆、
ソードの2、はい、フルにソードクイーンということで、理性的に考えると余計な人と関わりたくないとか、こうね、変に、輪を広げて傷つきたくないとかってあると思うんですけど、この8月に関してはおそらく関わるであろう人って多分もう選ばれてると思うんですね。もう関係のある人しかいないと思うんですよ。新たにっていうよりも、もう何かでもうすでに縁が過去からあったとか、前に予約していた人で今回初めて会ったとか、そんな感じでいい関係性があるので、その自分がピンときた人との関係を深く深く掘ってみてください。そして遠慮なく関わってみてください。そうすることによってとってもいい精神のバランスが取れるような気がします。はい、ということでここまでにしとこうかな。人間関係が強調されてるのでいいんですけど、お仕事で言っても仕事はとてもいいんですよ。もう天職みたいな感じがあるので、自分が仕事のことをすごく価値を置いて頑張れるとか、仕事を愛してさらにその力が湧いてくるみたいな、そんなこともあるかもしれません。はい、ということで今回ここまでにしておきます。またもし何か良かったよとか参考になりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。次回また8月末までにね動画をアップしたいと思います。またホロスコープの、無料チャートのあれも楽しみですし、はい、ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。